こんにちは、メンヤです。今日はヘバーデン結節の症状の一つ、指の歪みや変形についてお話しします。私がヘバーデン結節を発症した時に最も恐れたことは、指が曲がってしまうことでした。当時ネット検索して出てきた画像の多くは、第一関節が曲がっているものでした。指が完全に曲がる頃には痛みが消えるとかなんとか書いてありました。あまりにも痛々しいそれらの写真を見て思ったことは、私もこうなるの？いやいやなりたくないし、ならずに済む方法はないの？と思い、必死に方法を探しに行きました。そして探し当てたのがヘバーデン結節がよくわかる本でした。その本に書かれている内容と私の日常生活を比較し、すぐに取り組んだことが食生活の改善でした。発症した3日後から現在に至るまで、タンパク質を1日3食必ず摂っています。なぜかというと、理由は2つ。ヘバーデン結節発症以前の私は、タンパク質をほとんど摂っていませんでした。野菜と納豆ばかり食べ、肉、魚、卵は食べていなかったな。タンパク質を毎食摂っているもう一つの理由は、歪みと変形に至らないようにするためでした。なぜ指が歪んだり変形するのか。ヘバーデン結節を発症すると関節が炎症を起こします。赤く腫れますよね。炎症が続くと骨を支えている滑膜や関節包が緩んできます。すると骨が支えられなくなってしまい曲がってしまう。骨代謝がうまくいかないことも未熟な骨が出来上がり歪んだり曲がったりします。骨は毎日壊され、新しい骨が作られるのですが、更年期は新しい骨作りが間に合わないので、丈夫でない骨が出来上がってしまうことも変形の原因のようです。この2つのハプニングを助けてくれるのが女性ホルモン。女性ホルモンを減らさないことが歪みと変形の食い止めになる。それにはコレステロールの取れるタンパク質がいいんだと思っていました。コレステロールは女性ホルモンの原料となるからです。これは私の感覚なんですが、体内のコレステロールの量は女性ホルモン、いわゆるエストロゲンの量と比例していると思っています。野菜ばかり食べていた私はエストロゲンの量が少なかったはず。なので1日3食、肉、魚、卵のどれかを必ず食べています。閉経すると女性ホルモンの量はぐんと減るので、太りやすくなったり、その他支障があるからコレステロールを減らそうと考えがちですが、コレステロールの取れるタンパク質を敬遠せず取り続けてきた私は、指の歪みと変形がなくいられるのかなと思っています。女性ホルモンの役割って関節の働きをスムーズにしてくれます。そして腱の保護作用もあり、あとよくご存知かと思うけど、丈夫な骨を作ってくれるのも女性ホルモンのおかげですね。これらの役割ができなくなると、関節が痛くなり、関節を支えている腱が緩み、骨の新陳代謝がうまくいかなくなり、関節が歪んだり変形してしまうんですね。そんな風に解釈した私は、女性ホルモンを減らさないようにコレステロールも意識したんです。大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た役割をすると言われるので、大豆製品もいいですが、大豆だけではいかんのですわ、と私は思っています。
これはコラーゲンの量の差。大豆イソフラボンと動物性タンパク質、どちらがコラーゲンを多く取れるのかと思うと、多分動物性タンパク質の方がコラーゲンが多く取れると思います。コラーゲンも関節や丈夫な骨と腱作りに重要な役割という点からも、歪みや変形の予防になると思います。大根おろしやパプリカのビタミン C は体内でコラーゲンを作るのに必要なビタミンです。コラーゲンの多い食べ物は肉だけでなく、魚やエビにも含まれています。痛みを和らげるのに有効なタンパク質は、青魚に多く含まれている EPA という油、アジ、イワシ、サバなどを積極的に食べるといいですね。大豆イソフラボンを摂取するのは、発酵された大豆製品の味噌と納豆です。味噌汁は1日2回は必ず食べてます。納豆にはビタミン K2 があり、タンパク質の分泌を良くしてくれて、骨の代謝を正してくれて、強い骨を作ってくれるので、ヘバーデン結節やブシャール結節には欠かせない食材です。ヘバーデン結節の話からずれますが、肉の油を多く摂ることが体にとって良くない作用もあることから、最近は大根を積極的に食べていますが、塩と甘酒だけでべったら漬けを作りました。なかなかいけてます。これは酒粕。ヘバーデンになってから口に入るものを考えるようになり、ヨーグルトによる乳酸菌をやめました。その代わりに腸内環境を整えるものとして、最近は毎日酒粕を食べてます。今日はヘバーデン結節による歪みと変形を食い止める動物性タンパク質が多め。肉は脂が少なめな豚ヒレと鶏もも肉。ひじきはカルシウムとマグネシウムが豊富。切り干し大根もカルシウムやマグネシウム、鉄分も多い食材。コラーゲンの多い魚はと言いますと、カレイ、指の歪みや変形に動物性タンパク質のコレステロールを摂ることは悪くないと思っていますが、それとセットでもう一つ意識したことがあります。運動です。運動をせず動物性タンパク質だけでは、更年期はいろんな支障もあるので、食べる栄養素を体内でうまく活用させるために、運動もかなり頑張っていました。今日は私がヘバーデン結節を発症した時に意識して食べ続けていた食材を使ってお料理をこうやって並べてみました。並べてみるとなんか法事の時のお料理みたいになっていますが、でね、このヘバーデン結節を発症して指が歪んできてしまったり、そして変形してしまったりというふうに辛い思いをしている方多いと思いますが、今日の私のこのお料理が完璧すべてというわけでは決してないと思います。でも少しでも皆さんの
日頃のお料理の参考にしていただけたら幸いです。ここまでご視聴していただいた皆さん、本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしたいです。さようなら。これからもご愛顧お願いします。